こんにちは、ミッキーです。今回は2025年食欲の秋東京ベーカリー8選です。心地よい気候を感じながら街を歩くと香ばしいパンの香りを感じる瞬間が生まれる食欲の秋。2025年の東京にはパン好きにはたまらない新しい店舗が続々と生まれています。新宿や東京駅といった大きなターミナルには話題のベーカリーが、一方で下高井戸や赤坂、麻布十番といった街角には地元に愛される個性派のベーカリーが続々と登場しています。どの一品にも作り手の情熱と東京らしい洗練された感性が行き着いている数々の店舗。ぜひその店舗の数々からお気に入りを探してみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah. まずはじめにご紹介しますのは2025年6月に誕生しましたトリュフベーカリーのルミネ新宿店。2017年に東京門前仲町に登場したトリュフベーカリー。実はこのチャンネルでもご紹介してるんですけれども、高級食材であるトリュフと日常食のパンという異色の組み合わせが人気を呼び、オープン以来飛ぶ鳥を落とす勢いで店舗を拡大しています。そんな門前仲町の店舗もぜひ過去の動画で確認してみてほしいです。さて、そんなトリュフベーカリーのルミネ新宿店、こちらは JR 新宿駅から直結の好立地と63席という広さを誇る関東初のカフェ業態。ますます人気に拍車がかかりそうな旅館です。関東初というのでピンときたのが、過去に私の北海道の動画でご紹介しているエスコンフィールドのトリュフベーカリー。そちらもまた違った雰囲気で魅力的なので、参考程度に見ていただけるといいかなと思います。さて、こちらの店舗では大きな間口に輝くトリュフベーカリーというロゴのもと、店内は明るい木目のテーブルとチェア、そしてオレンジを基調としたファブリック調の照明、壁面には気分が明るくなるようなアートが飾られていたりと、外装内装どちらもこだわりを感じます。中に入りますと焼きたてのパンがずらり。こちらではまずパンを注文してから座席に着くスタイルです。店名にもなっています注目のトリュフの塩パンはバターのいい香りが鼻をくすぐります。代表取締役の丸岡さんは乳製品卸の家に誕生。高校卒業後にイタリアのチーズ輸入会社で4年間働き、もっとヨーロッパの食材を身近に感じてほしいという思いから30歳の時に会社を設立したのが始まりとのこと。美味しい食材を見抜く目利き力はお墨付きです。シグネチャーメニューは何といっても塩トリュフの塩パン。過去にも注文したことがあったんですけれども変わらず美味しかったです。一方、口コミを見ると新宿店は少し味が落ちるみたいな口コミもありましたので、皆さんも実際にその味わいを確認していただいて、その口コミの信憑性も確かめてみてほしいです。確かに気持ち焼きたて感が少し少なかったようにも感じています。またもう一つ注目だったのはアイスコーヒー。ホットコーヒーもそうなんですけれども、コーヒーの提供は自分で注げるのも楽しいタップ式のコーヒーマシン。過去にご紹介したシングル O というお店でも同じようなスタイルで提供されていましたので、そんな提供方法も新鮮に感じました。もちろんご覧のような塩パン以外のメニューも注目なので、ぜひ実際に足を運んでみてほしいです。続いてご紹介しますのは、日常に寄り添う本格フレンチベーカリーブールアンジュ。その新たな拠点でありますブールアンジュ新宿店です。2025年の9月にオープンしたばかりの店舗。東京の新宿通り沿いに誕生します全く新しいスタイルのパン屋さん。新宿駅からも近い新宿サザンテラス店とはまた違った立地と時間帯で、より幅広く多彩な層に届く拠点として誕生しています。こちらのブールアンジュは2017年にベイクルーズが立ち上げたオリジナルベーカリー。以来世界中から選び抜いた小麦粉と旬の素材を生かした彩り豊かなパンをご提案してきました。代表的なものとしましては、トースト専用のパンドミブール、そして生食に最適なパンドミアンジュ。そんな2種類の食パンが紹介されています。今回はブールアンジュさんのオープン前に訪れまして、その魅力を存分に体験してきました。そして特にブールアンジュ新宿店での見どころは、球体クロワッサンのクロワッサン丸、キューブ型クロワッサンのクロワッサン四角、さらにピラミッド型クロワッサンのクロワッサン三角、
それらの見た目にも美しいようなクロワッサンも楽しむことができます。約 55.45 坪のゆとりある面積を備えてオープンしたこちらの店舗。基本的にはテイクアウト専門店になるんですけども、外には少なめではありますが、座って楽しめるような席もありますので、ちょっとした休憩に訪れるのもいいかもしれません。特にこちらの新宿通り沿いに関しましては、多くのビジネスマンが行き交う場所でもありますので、あまり時間がない時のテイクアウトよりも使えますし、仕事を終えた後の些細なご褒美としてテイクアウトして売り作で楽しむのもいいかもしれません。そんな場所だからこそ、道行く人が興味をそそられるようなその向けのディスプレイも注目。限定商品を投入しつつ、立地を生かした時間帯ごとの訴求が期待されます。運営会社でありますベイクルーズさんは、ファッションブランドでありますジャーナルスタンダードなどを手掛けていることもありまして、そのディスプレイ方法はファッションを展示するような工夫も感じられます。そんな美しい見た目の展示方法も単なる飲食店にはとどまらないような工夫を感じることができます。そしてご覧のように、このブールアンジュ新宿店では代表的なトーストが出来上がっていく様子だったりとか、数々のパンが出来上がっていく様子を眺めることもできますので、その工房でのこだわりなどを確認しつつ、気になるパンを購入することができます。さて、こちらが先ほどご紹介しましたトースト専用のパンドミ。このとても柔らかい食感、そして出来たての芳醇な香りは抜群でした。そしてこちらは看板商品のクロワッサン。こちらに関しましても、層を少し少なめにすることで、そのバターがじゅわっと香るようなこだわりが詰まった一品になっています。また、テイクアウトが中心になる店舗でありながら、ドリンク系の販売もされていますので、ドリンクを注文していただいて、テイクアウトした際にもパンと一緒にいただくことができます。続いてこちらはバケットのスビンゴールド。特別な小麦粉、スビンゴールドを使って小麦本来のコク、甘み、香ばしさを凝縮して焼き上げた一品になっています。さて、こちら先ほども映していましたオニオン&ベーコンのクロワッサンです。クロワッサンとしての魅力はもちろんのこと、このベーコンなどが加わって惣菜パンとしてランチにも軽くいただけるような一品になっています。続いてこちらはサワードゥ。こちらに関しましてはフルサイズになっているんですけれども、ハーフサイズもありまして、パリッとした食感だったりとか、もちもちとした食感を味わうことができます。気泡のある軽やかな食感になっていますので、ぜひお試しいただきたいです。加えてサワードゥに関しましては、こちらのライ麦のサワードゥもありますので、好みに応じて注文いただくといいかもしれません。さて、こちらはドリンクでいただきましたカフェラテ。ミディアムサイズで800円ちょっとと少しお値段するんですけども、コーヒーにもこだわりが詰まっていますので、コーヒー好きな方でも楽しめるような一杯になっています。さて、そんな数々のパンの中からこの日はクロワッサンマーブルの尺、クロワッサンマーブルの丸、そしてジュワッとクロワッサンをいただいています。球体のクロワッサンに関しましては360度に美しい層を持つ丸型のクロワッサン。お皿に乗っけても転がってしまうので、その点はご注意ください。加えてキューブ型クロワッサンに関しましてはシュガーをまぶしてありまして、キューブ状に形成されています。そんな見た目にも美しいパンを楽しみつつ、こちらのブーランジュさんご体験ください。続いては京王線沿い下高井戸からイワンベーカリーさんのご紹介。2024年12月にオープンした韓国式ベーグルの専門店です。下高井戸駅から徒歩3分ほどの商店街沿いにありまして、毎日開店前から列ができるほどの人気ぶりです。韓国から姉妹店としてやってきた本場のレシピをベースに、もっちり&ずっしりとした唯一無二のベーグルを楽しむことができます。主にテイクアウトスタイルでの営業なんですけども、可愛いパッケージは手土産にもぴったり。甘い系から食事系までラインナップも豊富になっていますので、組み合わせ次第で朝食、ランチ、おやつとシーンを選ばず楽しむことができます。今回はこの様々なメニューの中から夏季限定で登場したサンドベーグル、そしてご覧のような日替わりのレギュラーメニューをいくつかいただいています。今回はお店の方にお声掛けいただきまして、開店30分前で撮影をさせていただいているんですけども、すでに並んでいるお客さんもいまして、その人気ぶりが伺いました。特に人気な日には1時間ほどで売り切れてしまうこともあるようなので、どうしても購入したい方はなるべくオープンの時間に訪れることをお勧めしています。さて、今映していますのは先ほど申し上げました夏季限定で登場したようなサンドベーグル。まるでフルーツサンドのような味わいをベーグルで実現していまして、その食感、そしてその味わいも抜群でした。こちらの店に関しましては、お一人様基本ベーグルは7個までの購入制限があります。また入店に関しましては最大3組までになっていますので、ご訪問時には人数を絞って訪れるのがいいかもしれません。ベーグルを美味しく楽しむような方法も教えてくれまして、レンジで30秒ほど温めるという点ですとか、保存方法として
常温では1日、冷凍の場合は2週間保存できるというふうに分かっています。なのでベーグル好きな方はなるべく7個マックス買っていただいて保存しながら楽しむのがいいかもしれません。ただあくまで夏季限定のこちらのサンドベーグルに関しましては保存方法が異なりますので、もし購入できる機会がありましたら別途店員さんに尋ねるのがいいかもしれません。さてこの日は2人で訪れまして、全部で9個のメニューをいただいています。まずは手前にお食事系、そしてスイーツ系の通常のベーグル、スイートポテトベーグル、ガーリッククリームチーズベーグル、ポテトチーズベーグル、オリーブチーズベーグルです。そしてこちらが夏季限定の桃ヨーグルトサンド、ブルーベリーヨーグルトサンド、サマートロピカルサンド、チョコバナナサンド、そしてプレーンのサンドです。本当にどれもずっしりとして美味しかったんですけれども、2人で食べきるには量が多かったので、それこそこの日は昼にいただいた後に夕飯にもいただいたような形になっています。保存期間も結構持ちますので、工夫しつつご購入いただくのがいいかもしれません。続いてはため池山王からニューヨーククラブザ・ベーグルカフェ&ビアスタンドです。ため池山王駅から近くにありますこちらの店、2025年の3月にオープンしたばかりのニューヨークスタイルのベーグルカフェ&ビアスタンドです。実は麻布十番にも店舗があるんですけども、そちらはテイクアウトのみ、こちらはイートインスペースを併設している空間なので、よりゆっくりと楽しむことができます。中には電源付きのカウンター席もありますので、作業や仕事にも使えそうです。重厚感があるスピーカーが流れるアメリカンな雰囲気の空間、朝からノリノリで過ごすことができます。客層としましても外国人の方が多くて、その開放的な空間も相まって、いい意味で外国らしさを感じることができるような空間なども感じました。ちょっと音が大きいので気になる方もいるかもしれませんけれども、あまり気にならない方にとっては一人時間を楽しむこともできたりとか、読書を楽しむこともできそうです。一方でそんな賑やかな雰囲気でもありますので、グループで訪れて会話をしても他の人の会話が気にならないところもおすすめかもしれません。ご覧のようにたくさんのベーグルが揃っていることで有名なこちらの店舗。ベーグルは香り高くもっちり食感で、プレーンでも十分に素材の美味しさを感じることができるようなメニューになっています。またビジネス街ということもありますので、意外と土日が席が空いてておすすめ。またモバイルオーダーにも対応していまして、持ち帰りも可能なので、ベーグル好きな方はこちらを購入いただいてご自宅で楽しむのもいいかもしれません。また今回はランチに訪れているので飲まなかったんですけれども、クラフトビール等も充実していましたので、夕方以降の時間でちょい飲みするのもいいかもしれません。営業時間も10時までやっています。さてこちらは土日祝日限定のベーグル&アベタイザーセット、4400円になっています。土日が穴場と言いつつ、こちらのお得なセットがいただけますので、土日のちょっとした時間に訪れるのがいいかもしれません。熱くもっちり香ばしい本格ニューヨークベーグルに加えて前菜も楽しめるような充実セット。この日はオニオン、セサミ、ブルーベリー、レインボーベーグルをいただくことができました。値段からもわかるかと思うんですけども、結構ボリュームがありますので、こちらのセットは2人以上でいただくのがいいかもしれません。さてアペタイザーとしましては、スモークサーモンやクリームチーズ、生野菜などが程よく盛り合わせされ、ベーグルのともにぴったり。そんなアペタイザーを添えつつ、お好みのベーグルサンドを作るのも面白い体験でした。アペタイザーの量が結構多いので、ベーグルにふんだんに使っていただいて消費するのがいいと思います。もちろんベーグル自体も美味しいので、素材の味を堪能しつつ、使い切れなかったらアペタイザー単体でいただくのもいいと思います。なおこちらの店は完全キャッシュレスの店舗、現金は使えませんので、あらかじめキャッシュレス決済の用意をしていただいてご訪問ください。朝は8時からやっていますので、朝活にもおすすめですし、先ほど申し上げました通り10時まで営業していますので、クラフトビールを堪能するためのビアスタンドとして楽しむこともできます。ちなみにベーグルやカフェメニューは5時までの営業。テイクアウトに関しましては閉店までベーグル楽しむことができるんですけども、イートインで楽しみたい方は5時までに訪問することを忘れないようにしてください。続いては少し場所を移して麻布十番からデュニュ・ラルテ麻布十番店のご紹介です。麻布十番の落ち着いた街並みに溶け込むように佇むパリの香りが漂うベーカリー&カフェ。素材の選定から製法まで一切の妥協を許さず、日常に特別を添えるパンをコンセプトに訪れる人の五感を満たしてくれます。店内はご覧のように洗練された空間、イートインスペースも用意されていまして、朝食や軽いランチ、カフェタイムにもぴったり。パンの香ばしい香りとともにゆったりとした時間を過ごすことができます。またテラス席もありますので、ワンちゃん連れで訪れるのもおすすめです。
今回ちょっと天気が良くなかったんですけれども、晴れた日には光が差し込んでとてもいい朝を迎えることができそうです。月曜日から木曜日までは9時半オープン。一方で金土日祝日に関しましては8時半からオープンしていますので、朝活にもおすすめなそんな空間です。実はこちらの店舗、2024年12月に青山本店から移転オープンして登場。個性と無個性、素材本来の香りと味わいを大切にし、生地や食材は全て無添加で安心安全を追求してご提供しています。移転前の青山で築いた確かな技術と感性を麻布十番でも継承。既存の建築美を生かしながらも新しさを織り交ぜ、地元に愛されるお店を目指しています。さて、今映していますのは数々のパン。素材は全て自然由来。小麦、塩、イースト、そして日本全国から厳選したバターや粉を使用して毎日焼き上げています。種類としましてはクロワッサンやバゲット、デニッシュなど丁寧な手仕事が感じられるような一品一品が並んでいます。今回はパンを中心にいただいているんですけども、サンドイッチ系やスイーツ、ドリンクメニューも豊富になっていますので、時間があまりない日のためのランチにもおすすめです。ちなみに電源や無料 Wi-Fi も完備していたので、作業向けにもおすすめなのかもしれません。ただテーブルはそれほど広いわけではないので、その点はご注意ください。また、シーズナル系のメニューの提供があったりと、注目のメニューも数々登場するようだったので、インスタグラム等をチェックしつつ最新情報を手に入れてみてください。さて、ここからは数々のメニューのご紹介。まず奥に映っていますのはミルクブリュー、ノンカフェインとピーチアメリカーノ。こちらはおそらく季節限定のメニューかと思いますので、お早めにお楽しみください。さて、こちらはマッシュルームスープとパンの盛り合わせ。芳醇な香りが立ち上る濃厚なマッシュルームスープは滑らかな口当たりと深い旨味が印象的でした。ぜひパンと一緒にいただいてみてほしいです。そしてもう一つ、ミネストローネとパンの盛り合わせも注文。こちらはたっぷりの野菜が溶き込んだ温かいミネストローネとパンの盛り合わせでした。続いてはフロマージュとクロワッサンソシソン。チーズのコクとパン生地の香ばしさが一体になったフロマージュ。そしてソーセージと大葉のサクサク感が楽しめるようなクロワッサンをいただいています。さて、こちらはシナモンロールとパンスイス。カルダモンが香る特製シナモンペーストを使ったシナモンロール。そしてスタッフ人気ナンバーワンのパンスイスをいただいています。パンスイスは甘いクリームとチョコがたっぷり挟まれた、特に焼きたてがおすすめなメニューでした。いずれも丁寧なパン作りが感じられるようなメニューになっていましたので、他のパンも食べてみたいと感じられるようなそんなお店でした。そしてもう一つ、明太フランス、そしてもう一つメロンパンも注文しています。明太フランスも大葉がアクセントになっていまして、サクサク食感のメロンパンも抜群に美味しかったです。ぜひ様々なメニューをご注文ください。続いてご紹介しますのは、代々木公園で人気の自然派ベーカリー365日が体験るカフェ365日とコーヒー。ルミネ史上最大の商業施設と言われていますニューマン高輪。そんなニューマン高輪に位置し、通勤や買い物の合間に楽しむことができるような空間です。365日を手掛けますウルトラキッチンさんの系列は私も大好きで、過去にベーカリー特集をした時にもご紹介していますし、日本橋特集の中でもご紹介しています。そんな店舗を高輪ゲートウェイでも楽しめるのはとても嬉しいです。個人的には三軒茶屋にあります12分ベーカリー、そして二足歩行コーヒーロースターズさんなんかが好きなので、気になる方はそちらを訪問するのもいいかもしれません。さて、そんな私も大好きなベーカリー&カフェとしてパンとコーヒー、スイーツを楽しめるこちらの店舗。食とじっくり向き合う時間と空間を提供するお店です。先ほどご紹介しました二足歩行さんで楽しめるようなこだわりのコーヒー豆を購入することができますので、コーヒー好きな方はこちらでカフェメニューを堪能していただきつつ、気に入った豆がありましたらご自宅用に購入するのもいいかもしれません。お店のコンセプトは食の声を聞く。そんなコンセプトにふさわしいように代表の杉久保さんのこだわりメニューが並びます。例えば素材にこだわったパンと香り高いコーヒー、国産小麦や契約農家の取れたて野菜、そして果物を使用し、ドライリンゴやドライトマト、カレーやクリーム、ソース、ハムやベーコンまで全て手作りするこだわりのパンと、産地や焙煎方法まで考え抜かれた自家焙煎のコーヒーを楽しむことができます。モダンで開放的なこのニューマン高輪に溶け込む空間は、木のぬくもりを感じるシンプルで温かみのあるようなデザイン。ガラスケースに並ぶ様々なパンが目を引きます。カウンター席やテーブル席などもありまして、お一人様での利用やお友達とのおしゃべりにも最適です。ちょっと席の間隔が狭めなので、テイクアウトをして高輪ゲートウェイシティのどっかで座っていただくのもいいかもしれません。
ご覧のようにお惣菜系のパンからスイーツ系のパンまで幅広くラインナップ。特に見た目が美しく、サイズとしても小ぶりのものが多いので、多くの種類を購入いただいて少しずついただくのにもおすすめな店舗です。また複数種類購入いただいて複数人でシェアしていただくと、その味わいもたくさん楽しめるかと思いますので、ぜひそういった楽しみ方も検討ください。またこちらのお店ではケーキ類の販売もされていますので、カフェタイムに訪れて先ほどご紹介したこだわりのコーヒーとともにカフェタイムを楽しむだけでも十分かもしれません。その際にはケーキとコーヒーを堪能した後にお土産でパンを購入というのもいい過ごし方なのかもしれません。またこだわりのコーヒー店ということもありまして、コーヒーの飲み方も様々ありますので、ぜひお好みのスタイルでコーヒーを堪能していただきたいです。さてこの日は3種類のパンとカフェラテを注文。まず奥側からクロッカンショコラ、サクサクとした食感にチョコレートのコクを組み合わせた焼き菓子。続いて左手は焼きバナナのアーモンドトースト。香ばしいトーストに焼きバナナの甘みとアーモンドの風味を合わせたデザートトーストになっていました。そして右手前は365日×マルニハムのソーセージドッグ。365日の特製パンにマルニハムのジューシーなソーセージを挟んだ一品。シグネチャーとも言えるような人気メニューとのことでした。続いてご紹介しますのは、築地から銀座西川コーヒーロースタリーです。銀座に生まれた新たなコーヒーと食パンの聖地、高級食パンとスペシャリティコーヒーが織りなす五感で味わう上質なひとときを味わうことができます。銀座西川コーヒーロースタリーは歌舞伎座や和光といった名所が並ぶ銀座の一角に2025年3月にオープンしています。全国に高級食パンブームを巻き起こした銀座西川。そんな銀座西川が手掛ける新業態のカフェが銀座西川コーヒーロースタリーです。これまで食パン専門店として培ってきた水へのこだわりはそのままに、スペシャリティコーヒーと丁寧に焼き上げたパンのマリアージュを楽しむことができる一軒です。ふわじゅわとしたパンの食感と芳醇なコーヒーの香り、目の前で赤く光るサイフォンランプが心を落ち着かせ、銀座の喧騒を忘れてくれるような空間です。もともと水にこだわる食パンで知られてきたこの西川さんが、自社の強みを生かしながらパンの楽しみ方を広げたいという思いから生まれたのがこちらのカフェ。使用するのは独自開発のアルカリイオン水とのことです。この水がカナダ産の最高級小麦、国産バター、生クリーム、蜂蜜といった素材の旨味を引き出し、うまく上品な余韻を生んでいるようです。またパンそのものの魅力をコーヒーとともに五感で感じられる食体験の新しい形を提案しています。店内は無機質なテイストでまとめられていまして、すっきりとしたデザインが心地よく、どこかギャラリーのような印象をまとっています。1階の席は少なめでソファー席で構成されていまして、2階の席にはテーブル席もございます。また先ほどもちらっと映してたんですけども、店内で焙煎された高品質のコーヒー豆を使ってサイフォン式で抽出するドリップコーヒーは絶品とのことです。そんな銀座西川さんでこの日はカフェラテと塩バター食パンをいただいています。先ほどサイフォン式でのドリップコーヒーもお勧めしていましたけども、カフェラテも十分に美味しかったです。そして合わせていただきました塩バター食パンは、ふんわり軽やかな口当たりとじゅわっと広がる塩バターの風味が絶妙。甘すぎず食事にもおやつにもなるような万能な一品でした。一方でカフェラテはしっかりとしたコーヒーのコクとミルクの優しさを感じるような一品。食パンとの相性も申し分なしで、むしろこういった塩バター食パンとはぴったりでした。甘めの食パンの提供もありますので、そういった場合には先ほどご紹介したようなドリップコーヒーを合わせるといいのかもしれません。続いてご紹介しますのはポワン・エ・リーニュ東京ミッドタウン八重洲店です。東京駅直結、2023年3月に東京ミッドタウン八重洲の1階にオープンしたポワン・エ・リーニュ。パンの美味しさと薪火料理の魅力を掛け合わせたベーカリー&レストランです。新丸ビルの1号店、神田スクエアの2号店、それらは過去の動画でもご紹介してるんですけども、こちらは待望の3号店として登場。カフェとしてもレストランとしてもフラッと立ち寄れるパン屋さんとしても楽しめるようなマルチな魅力を持つ一軒です。店内は自然光が3面から差し込む開放的な空間。イタリアのトゥーファ石や古い材木、黒革鉄を使ったシックで落ち着いた内装にショッキングピンクの壁が大胆なアクセントになっています。どこを切り取っても絵になるような空間はランチやディナータイムだけでなくてカフェタイムにもぴったり。
さて、やはりポワンエリーヌといえば有機素材にこだわった香り高いハード系のパン。小麦やナッツ、ドライフルーツはもちろんのこと、保存料、添加物、卵は不使用です。日本のフードに合う独自の製法でしっとりもっちりと焼き上げたパンはパサつきのない絶妙な食感でファンも多いとのことです。さて、そんなポワンエリーヌさんで今回はディナータイムに訪問、アラカルトでいただいています。実はポワンエリーヌさんの魅力は料理だけではありません。ドリンクにもこだわりがぎっしりと詰まっています。ご覧のようなビールに加えてソムリエ厳選の100種類以上のワインも楽しめます。20種類以上のワインが楽しめるような飲み放題もありますので、お酒が得意な方はそちらを注文するのもいいかもしれません。さて、まず注文しましたのは定番のパン食べ放題。相性抜群の自家製ホイップバターも添えています。パンは温かいまま提供され、しっとりもっちりとした食感に滑らかな風味かつ豊かなホイップバターが溶け合いました。パンのおかわりはご自身でこのバケットを持っていただいて追加することもできますので、ご自身のタイミングで好きなだけ楽しんでいただきたいなと思います。さて、そんなパンの他にもいろんなメニューを注文しています。まずはこちら、イタリア産生ハムとサラミの盛り合わせ。贅沢にサラミ、そして生ハムの魅力を感じることができました。この後、徐々に様々なメインメニューをご紹介していくんですけれども、こちらの店舗では薪火料理が大きな魅力。火のぬくもりと遠赤外線で素材そのものの味を引き出したお料理は、どれも香ばしくて力強く、それでいて繊細。しっかりと食べたい日にも、軽くつまみたい日にも頼もしい存在です。さて、こちらは国産牛イチボのローストビーフ、熟成果実醤油でといったメニューです。続いては本日の鮮魚、薪火焼き、ブールノワゼットと大葉ピストゥというメニューです。本日の鮮魚に関しましては、その訪れたタイミングごとで値段も違ってきますので、ぜひ店員さんに聞いていただいて注文してみてほしいです。高級感のあるお皿に盛り付けていただいて、見た目からも気分が上がるような、そんな一品でした。そして最後は、迫力満点の岩中豚押し付きロース肉の 500g です。500g ということで、ボリューム相当あるかなと思ったんですけども、意外と食べやすくいただくことができました。見た目にも美しく、一皿一皿に香ばしさと旨味がギュッと詰まっていまして、薪火がこれまで料理を変えるのかと、まさに感動の連続でした。さて、今回のベーカリー特集はここまで。アフタートークでは、せっかくなので、あなたがつい頼んでしまうパンについてお伺いできればと思います。その前にまずはラップアップ。今回ご紹介したお店のほとんどが2025年に誕生したものばかり。皆さんもおそらく知らなかった店舗がたくさんあるかなと思います。ベーカリーカフェのいいところはテイクアウトでも楽しめる点。あまり時間がない時こそ訪れていただいて、お気に入りのパンを試してみていただければと思います。さて、ここからはアフタートーク。あなたがつい頼んでしまうパンは何というテーマです。私も子供の頃はメロンパンが大好きだったんですけども、大人になるにつれて様々なパンを知って、お気に入りのパンも変わってきたかなと思っています。特に大好きなのはスイーツ系で言うとあんバターサンド。お惣菜系で言いますと明太フランスパンが大好きです。私は今、祖師ヶ谷大倉という駅に住んでいまして、近くにありますサンテリテさんでよくパンを買ってるんですけども、そこの明太フランスも大好きです。過去にベーカリー特集でもご紹介しているので、よかったらそちらも見ていただければと思います。あとは今回ご紹介したようなトリュフベーカリーさんで提供されるような塩パンも大好きで、トリュフベーカリーさんに限らず塩パンを見つけたら購入したりもしています。他には基本的にベーカリーに書いてあります人気ナンバー1、人気ナンバー2、人気ナンバー3のパンを選んで、その中から注文するようにしてるんですけども、定番といえば先ほど申し上げたようなあんバターサンド、もしくは明太フランスなのかなと思っています。もちろん皆さんの好みもあると思いますし、実はこんなに奥深いパンの魅力があるなどいうことがありましたら、ぜひコメント欄の方でも教えてほしいです。私の中でも結構レパートリー増やしたいなと思ってますので、その参考にさせていただければと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。